第138回スモールトーク勉強会ということで久しぶりの、オフラインの開催になりました。今日は3年ぶりに日本に来られた大島さんですねに最新のですね、苦労計の生まれ変わりといいますか新しい苦労計について、過去のスモールトークとの比較を交えながらいろいろお話ししていただけるということですので、ぜひ聞いていただければと思います。では大島さん、はい、終わりに言います。終わりのことは述べます。皆さんこんばんは。大島良樹です。梅沢さんから紹介があったように、私は昔からスモールトークを使っていて、この勉強会にも以前はよく来てた、時々来てたんですけども、基本的にはアメリカ在住でスタートアップで、スタートアップの会社をやっています。同僚とやっています。それで最近メタバースのシステムを作っていて、それがスモールトークがどのように我々が作っているメタバースのシステムに思想的な影響を与えているかっていう話と、あとは最新の動向というタイトルがあるんですけども、私たちの作ってるやつはある意味非常に独特の方法に尖った方向に進んでいるので、その機能を紹介するということと、あとは他のメタバースで今どのようなことが話題になっているかというような話をしていきたいと思います。それでこれ今こっち座った方がいい。で今日の発表で使うソフトウェアも実はこれ黒系の会社で作ったソフトウェアの一つで、これは2次元の共有環境になってます。でこのもう皆さんに入っていただいてもいいので、このリンクさえ何らかの形で送れれば、皆さんに入っていただいても実はいいんですけど、今ここは3人いるっていうのはなんで安倍さんのやつに入った時にYOSHIKIで入ったから、安倍さんと梅沢さんと私の3人がこの世界に入っています。でこれそうでグラフペーパーでこっちの画面をコントロールしてるのは梅沢さんで、こっちの画面をコントロールしてるのが私ですね。で他の人のカーソルも見えますし、例えばグラフ用紙のバックグラウンドのとこを動かすとなんですか、これは大きな机の上で大勢の人が作業しているようなイメージになっているので、私が見る場所を変えると動かせました。梅沢さんもグラフ用紙のところをトラックすると独立に移動できる。で、私がリサイズできるんですけども、梅沢さんにスティッキーノートの頭のセロテープのところを動かしてもらうと、梅沢さんが動かしてる最中にも私がリサイズできる。最近こういう2次元の共有デスクトップ環境っていろいろあるんですけども、例えばミロとか Google ジャムボードだとこういうことをしようとするとぐるぐるぐるって一人の人が動かして手を離して1秒ぐらい経つとようやく他の画面が更新されるっていうようなことが普通なんですけども、我々のテクノロジーは本当にもうミリセカンド単位で同期が取れるような仕組みでやろうとしています。でこれどうしようかな。で本来はバラバラの視点でそれぞれの人が自分の見たいところを見れるようになってるんですけども、特別にプレゼンテーションモードというのがあって、これを使うと私が操作すると参加者皆さんの画面で同じ見た目になるようになっています。なので遠隔の人と一緒に仕事をする時なんかは私が今ここを指さしてこっちか東工大の学生だった頃はとかで見ると梅沢さんの画面でもどこを指してるか分かるっていう、そういう仕組みがあるので、これはこれで便利なので、今日の発表はこの機能を使ってやっていきたいと思います。でまだ2次元版しか見せてないんですけども、3次元版の話がメインなので、おいおいそちらに行こうとは思います。で先ほども言ったように私はコンピューター
のプログラミング言語の研究や開発を長々やってきたんですけども、とあるきっかけによってそのパーソナルコンピューターの父でスモールトークの父でもあるナラン・ケイ博士のグループと一緒に仕事をする機会ができて22年ぐらい前から一緒に仕事をしています。でこれちなみにこれ QR コード出ましたけど、これちっちゃいかな。これ何でしたら何らかの形でこのリンクを送っていただくっていうのはおいおいできると思う。梅沢さんの画面に近寄ってスキャンするとかそういうこともできる。勉強会のチャットとかに貼れないんですか？貼れるかもしれないです。でそう一番上のあれですね、グリーンライトインデックス HTML で R =EMK なんてやかんちゃじゃあ私が貼ります。そうですね。そうですね、私個人の話はそんなにどうでもいいんですけども、でこの下にあったかな。以前ちょっと最初の似たようなストーリーラインで講演がしたことがあって、静岡大学でのこの講演っていうのとちょっとストーリーラインは似てるとこもあるので興味のある方はこちらも参照してくださいってことなんですけども、そのアラン・ケイ博士が何がすごかったかっていうと、これちょっと今より若い時の写真ですけど、まだ元気にしているというか、病気をしてちょっと動きは悪いんですけども、話なんかをする時は、まだしっかりしていますが、何がすごかったかっていうと本当にもう今から54年ぐらい前にその時の技術動向とかに基づいて将来のコンピューターっていうのはこういうような姿になるはずだっていう、ビジョンを打ち出したわけですね。でそこで言っているのはここにいる大勢何人かの方は全ての子どもたちのためのパーソナルコンピューター環境の論文を訳したりとかそういう活動もなさった方がいると思うんですけども、ここで言っているのはそのコンピューターっていうのは建物全体部屋全体を占めるような大きなものだったけれども、将来はムーアの法則っていうのがあるからこういう平面ディスプレイの裏に入るような大きさになるはずだっていう。でネットワークなんかもワイヤレスの技術があるから子どもたちでさえも外に持って行って、使えるようなコンピューターになるはずである。で皆さんこの絵を見たことがあっても気が付いてない方も結構いると思うんですけども、この2人が遊んでいるやっていることっていうのは同じ画面がここ出てるんですよね。でそれなんでかっていうと、この2人は同じ対戦型のゲームを一緒にやってるわけです。でしかもそれは彼らは誰かが作ったゲームを受け身でやっているわけではなくて、自分たちで重力のシミュレーションをどうしたらいいかっていうのを電子的な図書館に行って調べたり先生に聞いたりして作って遊んでいると。でそういう時代が来るだろうということをSF みたいな夢物語として言ったのではなくて、技術的な動向を踏まえて予測して、でかつそれを作ろうとしたというところが、パーソナルコンピューターの父と言われるゆえんです。でこれちょっと待ってくださいね。そうそうでその彼にちょっと影響を与えた人として3人の名前を挙げたいんですけども、そのダグラス・エンゲルバート、リック・ライダーでボブ・テイラーという人々がいて、彼らも同じような時期にコンピューターの未来について考えていました。で彼らは62年とかもっと早くからいろんなことを考えていたんですけども、この後ろリック・ライダーとテイラーが68年に発表した「The Computer as Communication Device」っていう論文があって、その中ではエンゲルバートがやった仕事を引いてこのようなイラストを紹介しています。でこれ何をしてるかっていうと、この人たちは同じ部屋にいてこんな感じで一緒に
橋を作ろうと設計しようとしてるわけですね。ただそこでは、コンピューターっていうものがこう動的な感じでその作業にちゃんと介入してというか作業の手伝いをしていて、ある人はここでシミュレーションをしていますし、こう見えてますね。で別の人はその材料の特性なんかを調べたりして、本当にコンピューターでしかできないことをやりながら、安倍さんですか今誰か他7人も入ってるから、そうそう、誰か動かすとみんなの画面上で変わるんですよ。なのでもちろんいいんですけども、あんまり無理をすると私が用意してた資料が消えちゃうので、そう7人の方がいるからね。でそういうふうにコンピューターというものが、人間たちのそのアイディアのやり取りを助けるようなものになるはずだっていうことを、言ってた人たちがいたわけです。で黒Kっていうのはそういう、私自身もそのアラン・ケイと仕事を一緒にしてきましたし、デイビッド・スミスっていう昔の黒Kですね、スモールトーク版のをやってた彼もそういうなんていうんですかな、遺産を引き継いで前に進めようとずっとしてきた人なので、我々はメタバースっていうのが、去年ぐらいから話題になったからやってるっていうわけではなくて、もう何十年もやろうとしていて今があるわけです。でこのデイビッド・スミスの例でいうと、これは彼がやった、彼にとって最初のその共有環境の例で、これ1994年って書いてあって、これこの YouTube のアイコンを皆さんのコンピューターでもクリックした上で見ると、こう私が操作したところに一緒にこう飛んでいけると思うんですけど、これ複数人の画面で3次元空間に入って、中を歩き回れるっていう、その黒系の原点っていうのはこの1994年に捉えたムービーで、デイビッド自身は91年頃から考えていたというんですけども、そういうことです。これそうね。でそういうような本当に長年の蓄積のもとで、我々新しいメタバースのシステムを作ろうとしているという、話です。でこのビデオはもう一つの方もYouTube のアイコンを押してもらったらいいと思うんですけども、これは2003年にいわゆるそのスモールトーク版の黒系ですね。この辺まで撮ろうかなのデモをしている例なんですけども、今まさにやっているこのビデオの中でこう2画面で2台のコンピューターで複数の人が歩き回ってるんですけども、ここ我々が今見てるこのグリーンライトっていう2次元の画面でも10人の方が入ってるみたいですけど、複数の人が入って同じように世界を歩き回ってる、そういうものができているわけです。でこれでその昔のスモールトーク版の話をしていて、こう思ったんですけど、私も昔のスモールトーク版の黒系ちょっとやってたんですけど、山宮さんなんかすごいやってて、インターンっていう名目だったのかな、黒系のチームとかやったりして、これ結構ね、昔のブログを検索するとこの辺でいろいろ困ってることを書いてるっていうのが面白かったので、皆さんもまた後で見てください。でこれね、面白いのはこれブラウザーのページなんですけど、これ私がこうスクロールするとあっちでもスクロールしてるんですね。皆さんの画面でもスクロールしてる。これも実はこれ自身は黒系ではないんですけど、こういったような機能も組み込んでいろんなことができるようになっています。でそういう歴史を踏まえて我々の会社4年ぐらい前に作った黒系っていう黒系コーポレーションっていう会社で今いろいろやっているんですけども、実は4年前に始めた時はやっぱり3次元環境をやろうとしたんですよね。でいろんなその技術的なバックグラウンドが変わっていて、やっぱりブラウザーを無視することはできない。
でもうやっぱりもうブラウザーだけで皆さんも今やってくださっていると思いますけど、リンクをポッて送るだけでそこもうインストールとかすることなく同じ世界に入れるっていうのはもう捨てられないってことで、ブラウザーベースでやっていろいろそう技術的制約があって、で言語はJavaScript に決まってるわけではないんですけども、ブラウザーが実行できる言語だからっていうことで、JavaScript で始めて今に至っているというようないろんないきさつでなんていうかシステムデザインが決まっているものなんですけども、そういうことをやっています。で4年前に始めた時は3次元版やろうとしたんですけども、ちょっとあんまりうまくいかなくて、ちゃんとしたネットワークの仕組みをもう一回作り直して、でその上でやらないとダメだろうということで、ネットワークの仕組みを作り直したわけです。でもともとのアイディアっていうのはこれちょっとあれです、昔の黒系と同じで、何をどういう仕組みでやろうとしてるかっていうと、これ典型的なフォートナイトとかそういうマインクラフトとかでも同じようなことできるじゃないかと、思われるかもしれないんですけども、そういう一般的なやり方の多人数ゲームなんかシステムを作るときにどうやってるかっていうと、彼らは非常に高性能なサーバーをインターネット上に置いているわけです。でユーザー何人かの我々みたいな人が別のとこから参加して、例えば画面をクリックするとかドラッグするとかっていうイベントが起こると、そのイベントがサーバーに送られて、サーバー上で次の世界の状態っていうのを計算するわけですね。でそこで本当にいろんななだれ式にいろんなことが起こるかもしれないので、大量の計算をしなきゃいけない可能性があるんですけども、その場合もネットワーク上大量のデータをサーバーからこの各コンピューターに送ることによって、なんとかその共有している世界のなんていうビューを作ろうというのが普通のやり方で、これはこれでうまくいく時はうまくいきますし、さっき言ったようなその一つのイベントがなだれ式に大量のデータ変更を起こすとか、そういうことをがないように、もともと一つの専用のアプリケーションを作るような時にはこれでもうまくいくんですけども、黒系でやりたいのはその世界自身をどんどん変えていくようなこともできるようにしたいわけです。でかつもちろんネットワークを有効活用したいということで、全く違うアーキテクチャでやっています。でそれはどういう仕組みかというと、こちらのアニメーテッド GIF 版があって、これもアニメーテッド GIF と言いながらちゃんと皆さんのコンピューターでも全くちゃんと同期してる。で私はクリックすると、あれクリックしても止まんない。なんでだ、ちょっと待って、おかしい、同期してるんですけど、どうやってるかっていうと、ビューがなんかイベントを起こしますよね。でそれをインターネットに送るんですけども、インターネット上にある黒系のサーバーっていうのはちょっとマーケティングの理由でエッジリフレクターと言ってる、サーバー上では状態を計算しない小さなサーバーだけが動いています。でそのリフレクターの仕事っていうのは、ビューから飛んできたイベントがあったらちゃんと順序を保つようにして、でタイムスタンプをつけて参加者全員に送り返すという、ただそれだけをやるわけです。でそのイベントを受け取った消えてる複数のなんでクリックして止まるんだ、複数の参加者のコンピューターで同じ状態からスタートして、同じイベントの列が到達してきた時に全く同じ状態遷をして同じ状態に移る、そういうことを保証するその黒系のバーチャルコンピューターって言ってるんですけど、ごくごく薄い、本当に薄い
レイヤーが JavaScript のエンジンの上に乗っていて、それで全く同じ状態に行くことを保証しているので、インターネット上はこういう大量のデータを通す必要がないわけです。本当に小さなマウスがどこまで動きましたよっていうような情報だけを送ると、それに基づいてバーチャルコンピューター上に書いたプログラムが動いて、それは手元にあるので、画面更新は本当にローカルにあるデータを使って画面を更新するだけでできる、そういう仕組みなのが、そういう仕組みが黒系ですね。そういうようなネットワーク部分を書いた結果、バネッサ・フロイデンベルっていう人が主にこのネットワーク部分を作ったんですけども、非常にきれいに作られていて、エンジニアリングでアラン・ランザーっていうその2人が主にやって、非常に強いで頑丈でバグの少ないネットワーク部分のコードを作ってくれたので、ようやくいろんなことが試せるようになったということになってます。で簡単な例として、これ URL で入れますけど、でこれも皆さん画面出て音が出ますけど、赤い玉を動かすと皆さんのコンピューターでも音が出ると思う。でこれ黒い線がこれ左から右っていうの、左から右に動いていて、赤い玉のとこまで来ると、その赤い玉の高さの音が鳴ってるわけですね。でみんなで操作できるんですけども、じゃあ私がベースを作るから他の人誰かメロディー作ってよみたいな、そういうことができる。でこれ本当に動かすと分かりますか？本当にぴったり同期してるように見える。でかつ私のコンピューター上で今すごい勢いでドラッグしてるんですけども、ちゃんとマウスカーソルにぴったり吸い付いてるみたいに動いてるというのはなかなか頑張ってると思います。でこれちょっとうるさいので止めますけど、でもでいろんなことで、今のプログラムなんかは600行ぐらいだったかな、400行ぐらいかなんか JavaScript で書いたんですけども、別に JavaScript じゃなくてもいいわけですよね。でさあいよいよ本番のスモールトーク、本番じゃないけどスモールトークの話をしましょうということで、簡単なスモールトークから JavaScript へのトランスレーターを書いてみました。でこれっていうのはモーフって読みにくいですよね、ちょっとモーフとかって言ってますけど、実際にブラウザーのDOM エレメントにモーフって名前を付けてますね。でそれにはインスタンスバリアブルとしてアングルっていうのがあって、ちょっとなんかグニュースモールトーク的なというか、イアンのペプシ的なシンタクスで、これなんか選択がおかしくなってるスモールトークのコードでブラウザを操作するようなものが書けます。でこれ私今コントロール S ってやって、ここに書いてあるプログラムを今トランスレーターに食わせたわけですね。でこの下にあるワークスペースみたいなやつでコントロール S ってやると、何が起こったかってイニシャライズが呼ばれて、新しいモーフが作られて、どなたかクリックしますね。でイベントハンドラーとしてクリックがあったらオンクリックってやつを呼んでください。でオンクリックの中ではこのスタイルっていう単行メッセージはDOM でいうとこのドットスタイルみたいなもんで、width っていうと width が変わる、ね、だからこれゲッターとセッターあります。そう、どなたかクリックしてますけど、今やってるのは幅が大きくなると同時に回る角度もで、どなたかがそれでクリックし続けてる間に、私がコードをマイナスに変えて保存ってやると、このまさにスモールトークであるかのように、動いてる最中のシステムのコードをその場で書き換えて一緒にできる、一緒に改良していける、ね、こうやって話をしながらこれはどうだろう、あれはどうだろうっていうことを話をしながら、世界の中からその世界自身を改良していける、そういうなんていうかスモールトーク的なアイディアっていうのが、私自身本当に好きでやっているので、
後で紹介するその3次元の環境でさえもそういうような中から世界を変えていくっていうことができるようにしています。で、というような例があって、皆さんも黒系 .io に行って簡単な例とか見ると本当に50行とか書くと複数のもう電話でも PC でも Mac でも動くよう本当にぴったり同期して動くようなプログラムが書けるっていう仕組みがありますので、それもぜひ試していただきたいとは思いますが、これ30分ぐらいだったね、ちょうどいい感じで、ようやく本番であるその3次元の話に行きたいと思います。でこれね皆さんのコンピューターでもそんな CPU パワーは必要としないはずなんですけど、長年使ってるコンピューターで中にホコリが溜まってる人がいますよね、コンピューターの中に。それが問題は何かっていうと、最近の CPU ってちゃんと温度を測って熱くなるとクロック数をどんどん落とすんです。で私の前のラップトップもそうだったんですけど、もう CPU の速度が本来の性能の 1% ぐらいまで落ちることがあって、そうなるとちょっと困るんですけど、皆さんは非常にきれいにそういうのをするタイプの人だと思うのできっと大丈夫だと思いますが、ちょっと行ってみましょう。でこれ何をしたかというと、ここである開けてあるこの白いウィンドウ点は何かというと、ブラウザーが持ってる iFrame っていう仕組みで他のウェブページを他のウェブページの中に埋め込むことができるわけですよ。Yahoo とかどこでもいいですけど、大きな、CNN とか行ってバナー広告とか出てくる時っていうのは、普通はそれは埋め込まれたコンテンツがあって別のウェブページなんだけど中に表示できる仕組みがあるんですけど、ここでやってるのはこのグリーンライトっていうアプリケーションが使ってるページの上にこのマイクロバースの、ページを埋め込んでるだけで、もちろんなんて言ったらいいかな、グリーンライトを使わなくてもこの URL さえあれば皆さんの電話とかラップトップの上で動くものになってます。で疑い深い人は、この皆さんの画面でも出たと思うんですけど、右上にある3本メニューのとこを押すと動かさないでいただくと助かります。3本メニューのところを押すと QR コードが出るので、それ手元でスキャンしていただければ本当に、同期しているということが分かります。でこれはちょっと例題の、世界なんですけども、ね、ちょっと工場みたいなモデルで中歩き回れますし、例えばここにクレーンを動かすボタンっていうのがあって、動かし方っていうのはこの下にある丸をどっちかにドラッグするだけの話です。簡単な話ででも歩き回ってもいいんですが、あんまりあちこちいじんないでください。今から私がいろいろやります。ただこのボタンとかを押していただいてもいいと思うんですけど、これはクレーンを操作するボタンで行ったり来たりできます。でこれ揺れてるの分かりますか？ビヨンビヨン。これ物理エンジンが入っていて ODE じゃないんですけど、物理エンジンが入っていて、これもそのボタンを押されるとちょっとねややこしいんですよ。すいません、今の私が後でやります。これエイとかツンツンとか言うと揺れると思うんですけど、この物理シミュレーションも状態を送ってるわけじゃないんですよね。イベントだけを送ると同じ状態からスタートした物理シミュレーションが全く同じ状態に遷移するっていう仕組みになっているので、後でもうちょっと複雑なものをお見せしますけども、そういうシミュレーションをする時でも世界の状態を送る必要がないっていうのが特徴です。で今から私グリーンライトでやってるかのようにもう一度プレゼンテーションモードにこれ入ります。で一回ジョイスティックから手を離していただいた方がいいと思うんですけど、あまり動き回らないで、動き回りたい人は動き回っていいんですけど、私がガイドツアーをするので気楽な感じで見ててください。
でこれガレージ通り抜けられないと思うんですけど、ってやるとウィーンって開いて、入れるわけですね。でこれドローンが飛んでると思うと、これきっとドローンを作って工場なんだなと思うわけです。でこれドローン今飛んでるんですけど、このドローンの振る舞いを記述しているのは何かっていうと、これここにあるこの世界の中にあるコード、これが実際のコードとしてピカピカしてる。大丈夫かな。ピカピカしてますね。制御してます。これ何が起こってんの？大丈夫。でこれ何を言ってるかというと、例えばポインターダウンがあったらトグルっていうのがあって、動いてたら止めるし、動いてなかったら動く。でちょっと止めてみましょうかね。でスクラッチとかロゴみたいにローテートバイっていうのとフォワードバイっていうのがあって、実際にはここに書かなくてもいいんですけど、説明のためにどうやって曲がったり進んだりするかって書いてあって、で肝にあるのは何かっていうと、このステップっていうメソッドがあって、これ何してるかっていうと、今から20ミリ秒後にもう一度ステップを読んでください。でただそうやってスケジュールをしておくんだけども、その間に、要はちょっと回ってちょっと進むをしてください。要は20ミリ秒ごとにちょっと進んでちょっと回るから、このドローンっていうのはぐるぐる回るわけです。ででもこれちょっとノーコード環境みたいなもんなんで、何ができるかっていうと、プロパティシートっていうのを出して、デュプリケートできます。デュプリケート、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 こんなもんで、最初のやつも消しちゃいました。で、なんでみんな動いてるかっていうと、このセットアップっていうメソッドの書き方で、編集しないでください動いてなかったら動いてくださいって書いてあるからですね。でこうやってみんな止めたい、ちょっといいです。でぐるぐる回ってるんですけども、何をしたいかっていうと、じゃあ今フォワードバイ 0.03 って3センチメートルずつ動くっていうのやってるんですけど、これマイナスに変えたらどうなったろうかと思うわけですよ。でマイナスに変えてセーブってやると、みんなが後ろ向きに動き出す。これ私研究の一環で毛玉っていうのを昔やってて、パーティクルシミュレーションやってたんですよね。でその時はピクセルを動かしてたんですけど、今はドローンを動かしてるっていうことになってるわけです。ででこれ本当にその世界の中から、さっきのスモールトークの例もそうですけど、エディター部分はGoogle Docs みたいに共有のテキストエディターなんで、本当に誰でも対照的な、皆さん平等で誰でも編集ができるし、同じことができる仕組みなんですけど、本当にだから話をしながら、これ今 0.03 したけど、じゃあ 0.02 ぐらいにしたらどうだろうかとか思うわけですよね。ちょっと見えてない時やっちょっとさっきより遅く動いてます。でこうやって本当に対話をしながら、世界の中からその世界を変えていけるのが、この黒系マイクロバースってやつの特徴です。でこれなんか遅くなってる、遅い気がする。このフォークリフトもちょっと自走式で動いてるんですけど、自走式なのはいいんですけど、あんまり賢くないので、あんまり近づくとちょっと危ないので気をつけてください。皆さんもう一回連れてきます。これなんで8人しか10人、誰か動いてる人いますよね。でちょっと2階に上がってみましょうか。でここにちょっと休憩エリアがあるんですけど、ここでやってるのはこの地球、これ面白いですよね。大体私やるときアメリカの昼の時間が多いんですよ。それ何かっていうと、これこの黄色い点々は何かっていうと、本当に今の実データで、実世界のデータで陸上を飛んでいる全ての飛行機のデータっていうのがウェブから取ってこれるので、それをプロットしています。で
アメリカの上は今夜だからポツポツ飛んでいるわけですけど、こうヨーロッパなんかですごい活発に飛んでますよね。でも見るとここに大きなギャップがあるじゃないですか。これは何かっていうと、ウクライナは飛行機が飛んでないんだなっていうことは分かるわけなんですけど、なんでこうやってソファーのあるとこに地球を置いてるかっていうと、やっぱりさっき最初の方に見せたエンゲルバートの例のように、同じ部屋にいてもやっぱりコンピューターが何ですかね、作戦じゃないけど何かを考えたりするときに助けてくれる役割を果たしてくれるっていうことなんですよね。で、アベンジャーズとかスター・ウォーズとかでデススターをどうやってやっつけるかっていう時にこうやるとビヨーンって出るじゃないですか、ホログラフで。今はまだゴーグルの対応してないんですけども、ゴーグル3次元ゴーグルに対応できた暁には、要はこうやって同じ場所にいるかもしれないし遠くにいるかもしれないけども、本当に対面で話をしている中でコンピューターがその間にいろんな情報を出してくれる。でそれをそこで自分たちで操作してもうちょっと分かりやすくしたりしていくってことをできるようなシステムになっていきます。でそうですね。で一つの鍵は実世界のデータをこのマイクロバースの中に取り込んで使うことができるっていうことですね。でさっき言ったようにこのフォークリフトも、今のこのフォークリフトはあらかじめ決められた道を動いてるだけなんですけども、何ができるようになるかっていうと、例えば動かしたりした時にどっかのAPI サーバーに場所を送ると、そのサーバーがロボットにどこに行けとかっていうことを言えるはずなわけですよ。そうなるとこのマイクロバースの世界で動かしたオブジェクトと実世界のオブジェクトが双方向のつながりを持って操作できるようになるはずっていう日が来ると思います。で、ここなんかガレージ止めとく見てるとなんかつぶつぶ出てますけど、ビヨーンって開けると誰かすごい暇なエンジニアがいたからなんか物が落ちてくるシミュレーション作ってるなって思うわけですよね。でこれ先ほども言ったようにシミュレーションぴったり同期してて、皆さんのコンピューター上でも同期してると思うんですけど、これ例えば止まってなくてもいいですけど、なんか押すとピヨーンって飛ぶようになってるんで、皆さんも押していただいたらいいと思うんですけど、本当にぴったり同期してるわけですね。で、これはこれで面白いんですけども、結構複雑なプログラムですよね。でただこういうものがあった、これちょっと誰かやらないであった時に何があったかっていうと、我々の元同僚のあんまりスモールトークなんか昔の言語で役に立たないよねっていうことを本当に言った人がいるんですけども、さっきお見せしたようなあんな灰色のしょぼいテキストエディターはプロのプログラマーは使わない。プロのプログラマーっていうのは本当に高性能なテキストエディターでコードを書く。でGit とかにそれを入れてやるのがプロのやり方だっていうことを言われたわけです。でそうなのかもしれないと思ったので、私がやったのはそんなの別に JavaScript だったらできるだろうということでやったわけです。でそのプロが使う高性能なエディターである Emacs っていうのがあるんですけどこれね、ちょっとコネクトっていう機能があって、これ何するかっていうと、私のローカルで動いてるただファイルの変更だけをウォッチするサーバーがあるんですけど、それがコードを見ることが、コードの変更を検出することができるわけですよ。でこれ今本当にカスケードっていう、なだれみたいなデモだからカスケードって呼んでるんですけど、この物理シミュレーションのデモっていうのはこれ400行かなんかのコードで全部書かれています。で簡単な方でいくと、ここに
ランダムカラーっていう、これ読めませんかね、読めるかな、ちょっと。ランダムカラーっていう例えばメソッドがあって、これ何してるかっていうと、まあ読めますよね、一応。マスドットランダムって言って新しい乱数を作ってるわけですよね。でそれは H にして H と S と B があって、このややこしいコードで、HSB から RGB に変えて結果は RGB で返してるわけです。でこの色相環の中でちょうどいい感じのパステルカラーのオブジェクトがどんどん出てくる。でも私なんかはでもこんな色がいろいろあるのは面倒くさいから、これもう全部赤でいいよと思うわけです。FF0000、ね、でもう消しちゃって、ここでEmacs でセーブっていうと出てくるオブジェクトが全部赤だけになる。これも本当皆さんとデザイナーの人なんかと相談しながら、いや、赤だけでいいじゃんとか言われると、赤だけにするわけです。でもそうやってパラメーターをいじるだけじゃなくて、もっといろいろやりたいわけですよね。本当に大きなプログラムを書きたい。でこれまだデモなんですけど、じゃあ立方体と球だけじゃなくて他の形も入れたいよねとか思うじゃないですか。で円筒形も入れたらどうなるだろうかとか思うわけです。でちょっとコメントの中に書いてあったんですけど、シリンダーっていうタイプが来たらシリンダー型のものを作るってこういうわけですよね。でまだ出ないんですけど、こっちのビューの側でも、シリンダー型のやつが来たらシリンダー型の見た目のものを作る。さっきいじったのは論理的なもので、論理的な方でもシリンダー型のものを新しく登録したんですけど、今ここで編集してるのはこの 3JS っていうグラフィックスライブラリの方でシリンダー型っていうのが来たら、この 3JS のシリンダージオメトリーを作って、それを表示しなさいっていうのをやったわけです。でまだ変わんないんですよね。でも何やってるかっていうと、ここにスプレイっていうのがあって、スプレイっていうのは何をやってるかっていうと、500ミリセカンド秒ごとに500ミリ秒ごとにスプレーっていうのをもう一回呼ぶ。でただその後で新しいオブジェクトをこう作ってるわけですよ。で500ミリ秒ごとに今1個出てるんですけど、この中でもまたマスランダムっていうのがここであって、ダイスっていう変数に入れてるんですけども、ダイスが 0.01 以下だったらこれ地球が出てる。だからもしあんま出てないですよね。100回に1回は地球が出てたんですけど、出るでしょ。で今は0.4 以下だったらクボイドっていうのは立方体、ね、立方体だけど、じゃあそれだけじゃなくて、0.4 以上だけども 0.7 以下だったらこれ合ってるかな、シリンダーにしよう。でそうじゃなかったらボールでいいや。でこれ今セーブってやりますよね。そうすると大体3回に1回ぐらいはこうシリンダーが出てくるようになるわけですよ。でこれちょっとね止まりやすいので、皆さんも頑張って止まった時には動かしてほしいんですけど、これ本当にぴったり同期して、で本当にこれなんで止まったんだ。これ別に共有してなくてもいいの。共有してなかったんですよ。共有する必要がないの。共有しなくてもいい。本当にだから大きなプログラムで複雑なプログラムであっても、私が普段 JavaScript を書くテキストエディターで編集して、その変更が即座に反映される。で他の人も全く同じタイミングで見れるっていう、そういう仕組みになっています。でこれね、シリンダーがいっぱいあるとちょっと止まるので、今ちょっとやめましょう。で、ね、そうで、500、1秒ごとにちょっとレートを下げるとか、この方がいいよねとか、もうちょっと早い方がいいよねとかいうのをリコンパイルすることなく試せるわけですね。誰が入ってるユニティとかでやろうとすると、コードちょっとだったらできるんですよ。結局はリコンパイルして
10秒ぐらい待つわけですよね。そうやって10秒待ってる間にこうやってツイッターどうなってるかなって安倍さんみたいにチェックすると20分ぐらい結局経ってて、さっき何してたっけっていう、ことになるんですけども、これはそういうことがないので、その場で本当にコンピューターの中に手を突っ込んでそこを変えるかのように変えれる。でそれが他の人と一緒にできるわけですよね。でさっきユニティみたいな話しましたけど、他の人も同じ世界にいるっていうことは本当に世界を再スタートさせるわけにはいかないわけですよね。他の人も他のところいじってるかもしれないし、なんか実験してるかもしれない。で私は今この物理シミュレーションのところだけを変えたいっていうようなことがあるわけなので、本当に部分を変えられるようになってないと、困るわけです。というので、こういう仕組みでいろんなことができるようになってます。で、それはそれでいいんですけども、もう一つすごいやつが来ますよ。これさっきも言ったようにウェブページですよね。でこれもう一回皆さんもちょっと連れていこうかな。ウェブページなので、皆さんが世界で他の人がメタバースって言ってる時に何がしたいかっていうと、私NFT とかそういう懐疑的で、Web3 もどうなのかなって思う面はもちろんあるんですけども、それは別として、その分散化した世界でメタバースっていうのが何が大事かっていうと、いろんな人がいろんな別の世界を作るわけじゃないですか、あちこちで。それでも緩やかな形でそれぞれをつなぎたい。で本当にそれっていうのはWeb と HTML みたいなもんで、我々は今この一つのウェブページを見てるわけですけど、このページから別のページへのリンクを貼るかのようにこういう世界同士をつなぎたいわけですよね。でもそれっていうのはもしかしてできるのかなって思うと、ここにポータルメイオープンっていうのがあって、これ押すとこれビヨーンってドアが開いて、どこでもドアが開いて別の世界が見えるわけですよね。ポータルっていう昔の黒系にもあったやつですけど、これっていうのは何かっていうと、本当に皆さんを連れてった連れていくと、これねバグってるかもしれない。来た。これ皆さんを連れて別のページに移ったかのように別の世界にも入ったわけです。これバックリンクも開けてみる。これ本当にリンクなんで本来は一方向なんですけども、両側を開けると、両方向リンクみたいにこうやってなるんですけど、本当にだから別の、これ実際 QR コードをここ開けると、この場面で開けるとこの世界だけに入れるんですけども、本当に別の世界同士をウェブのリンクとしてつなぐことができる仕組みにもなっています、ね。これまたシミュレーション、今見てみるとぴったり同期してる。なかなかで、こういうふうに世界同士をつなぐこともできる。でちょっともう一つまとめますけど、黒系マイクロバースで目指しているのはその世界の中でオブジェクトを自由に作れる。そうだ、一つお店もう一つあるね。まだまだいろいろありますよ。何かっていうと、私最近iPhone とかだとライダーがついてたりして、オブジェクトがスキャンできるじゃないですか、3次元で。この間私の可愛がってるものをスキャンして GLB ファイルって作ったんですけど、今はファインダーからドラッグアンドドロップしましたね。で、ちょっと待ってると出てくると思うんですけど、アボカドのぬいぐるみがうちにいたんでスキャンしたんですよ。でこれ今ドラッグアンドドロップしただけで皆さんの画面にもちょっと出てますよね、アボカドちゃんは。こっち側だと思いますね。そうもうちょいアボカドで、これ今ドロップしただけなんで振る舞いなんかないんですけども、最初の方で見せたプロパティシートっていうのがありましたね。でこれでここに既存のいくつか我々が書いた簡単なビヘイビアって言ってるオブジェクトに後から追加できるような
クラスみたいなやつがあって、今これスピンっていうのをこう選んだわけです。でアプライってやると、さっきまではできなかったんだけど、今はこのアボカドちゃんがこのスピンっていう機能をゲットしてそれを使うことができるようになる。でこれはこのようにして、さっきは JavaScript のコードも見せてましたけども、コードが書けない人でもオブジェクトをこういうのでスキャンしてドラッグ&ドロップして、誰かが書いたビヘイビアっていうのをくっつけると、そこでもう世界を作っていけるようになってます。で、それがだからこのオブジェクトを自由に作れる世界ですね。だからビヘイビアなんかも作れて、世界同士をつなぐっていうのはさっき言ったようにリンクをたどるかのように、ある世界から別の世界に渡っていけるわけです。で別の世界、オブジェクトを別の世界に持っていけるっていうのは、一つ一つのこのオブジェクトが独立してシリアライズできるようになってるわけですね。ネット毛布みたいなもんだけど、もうちょっとちゃんと下から作って全部きれいにシリアライズできるようになってるわけです。これね、あるかな、ファイル。これバースファイルどっかで作ってるけどどっか行っちゃった。これビットコイントラッカー、ここで見せてもしくはこれビットコイントラッカーも今の実際の値段を実世界から読んできて表示して、こういうやつを見せる時の問題っていうのは、黒系マイクロバースのデモだったはずなのに、ビットコインとかに興味を持ってる人がいるとビットコインの話に変わっちゃうことがある。それは気をつけないといけないんですけど、そういう機能もあるっていう話ですよ。でこれオブジェクトを持っていけるっていうのはどういうことかっていうと、これさっき別の世界から書き出したこのバースファイルっていう、書き出したオブジェクトだと思ってください。シリアライズでこれここドロップすると色が、これ古いバージョンだ、ついた色がつく。でこれ一回直前の値からの違いを見て色決めてるので、最初の3秒ぐらいずれてましたけど、本当に同じようにで、こういうふうに他の世界で作ったオブジェクトも自分と一緒に運んでって別の世界に作ることが持ってくることができる。でメタバースって言ってる人の一つの大きな何ていうんですかね、要求っていうのはNFT みたいにしてオブジェクトはデジタルオブジェクトなんだけども、ちゃんと誰が作ったものでユニークでっていうのを保証する仕組みっていうのをつけて、オブジェクトを別々の世界の間で使えるようにしたいっていうことを言うわけですよ。でひねくれ者の私なんかから見ると、それって別に NFT って言わなくても仕組みがあれば別のやり方でもできるじゃんって思うんですけど、別にこれはだからそういう仕組みの一つだけども、 NFT みたいなものと組み合わせることもできて、この Web インターフェースだとしたら、インターフェースの中でオブジェクトのリストみたいなのを出して、マーケットプレイスでこれが欲しいみたいなのをやるとそこに出るみたいなこともできるようにしていきたいとは思ってます。というわけで世の中の人が言ってるメタバースでは、特にこの分散ですね、分散で皆が対等な形でいろんな世界を作れるんだけども、それらをリンクしたいっていうこともありますし、もう一つはNFT みたいな話でオブジェクト同士に互換性を持たせて別の世界に持っていったりできるようにしたいっていう話があって、そういうとこもなるべくカバーしようとしています。でこれリンクドロップ、そんな感じですね。もう2つぐらい話がまだまだ話が、これで黒系ちょっと話題になったのは拡張現実のオーギュメンテッドリアリティのインダストリーのコンベンションっていうのがあるんですよね、毎年で。それAWE っていう会議があって、そこで会議っていうかインダストリーのその賞があって、そこでいろんなアワードがあるんですけども、いろんなアワードがある中で出てくるかな、これスタートアップトゥーウォッチっていうカテゴリーがあって、2ヶ月ぐらい先月かにあったやつで黒系は選ばれました。なんとそうやってちょっと自慢してます。で
いろんなアーティクルが山のようにあるので、みんながメタバースって言った時に何があるべきなのかっていうのをいろんな人が書いているので、そういうのを読みつつなんていうかな丸飲みにする必要はないと思うんですけども、どういうことをみんなが目指しているのかなっていうのを見るのは勉強になると思います。でこういう仕事をやってる中で、例えばFacebook のメタの中の人と時々話す機会があったりするんですけども、やっぱり Facebook っていうかメタっていうのは Facebook なので、中からものを作るっていうよりは、なるべくみんながコンシューマーとしてって見るようにして、ただみんながもう何度も何度も戻ってくるような世界にしたいと思って作ってるわけですよ。でもちろんすごいとてつもないリソースを使ってユニティを使ってるんですけども、ユニティの上でそのユニティの機能を使うためのブロック言語みたいなやつを後付けで作ってやってるんですけど、要はユニティの機能を新しく使いたいと思うために使いたいと思うたびに、その C++、C# のプログラマーが新しいブロックを作って、それをブロックができて、ようやくデザイナーみたいな人がそれを使えるということで、そのターンアラウンドタイムが非常に悪いし、他の人が書いた C# のモジュールをコンパイルしなきゃいけないから、朝行って仕事始めようとすると40分ぐらいアップデート待つって言って、でそれでようやく始められるみたいな話をしてるんですけども、やっぱりそれじゃ困るわけですよ、この21世紀になって。なのでだからスモールトークがなんで世界を取らなかったのかみたいな話で、黒系マイクロバースも別に勝てると言い切るつもりはないんですけども、私なんかが自分でプログラムを書いてると、やっぱり本当にリアルタイムでの更新っていうのは非常に便利だなと思わざるを得ないわけです。で、そういう話の後で、あと2つぐらい特にスモールトークのような話から私が特に個人的にインスパイアされたアイディアを2つぐらいちょっと紹介したいと思います。で、これ動的なコード変更を支える要素技術っていうことで、一つはさっき言ったアボカドのぬいぐるみにビヘイビアを追加しましてね、それっていうのはどういうことかっていうと、プログラミング言語の研究なんかではクラスエクステンションメカニズムっていって、クラス拡張をするための機能とかがいろいろ提案されてたわけです。で特に有名なやつはトレイツっていうやつがあって、スカラのマニュアルを見ると、スカラにはトレイツがありますって書いてあるし、PHP のマニュアルを見ると PHP はトレイツがありますって書いてあるし、これは後でしょ、ラストのページを見るとトレイツって書いてあるわけですよ。でこれは何だったかっていうと、これ知ってます？ポジション読みにくいけど R キューブドこれは本当にこういうふうに書ける言語があったんですね。ご存知ですか？これフォートレスっていう言語で、多分なんですけど、でどっから来てるかっていうと、この論文が元になってるわけですよね。これナサナエル・シャーリーが筆頭著者のトレイツっていうのがあって、これはスモールトークで作られたわけです。でなんでこういうのはスモールトークから来るかっていうと、やっぱりクラスとかそういうメタなストラクチャーもオブジェクトだと思って、それっていうのは自分たちで変えていいんだなっていうのを、最初から分かって使ってるから、こういう発想が出て、結構そういう面白いアイディアっていうのはこの界隈から出ることが多かったっていうことがあるわけですよ。ただでもこのナサナエルと私最初の方で言わなかったけど、2000年の時に私ウォルト・ディズニー・イマジニアリングっていうところでインターンしてたんですよね。で実はナサナエルも全く同じ時にアラン・ケイの下でインターンをしてました。なので私近い机のところで彼がトレイツをやってる時に、他のことをやってたんですけども、
て、いやすげえなと思いながら見てました。でただアラン・ケイは今こういう他の言語に入ってるようなトレイツみたいなものが欲しかったわけじゃないんですよね。これ昔のイートイズですけど、スクイクイートイズね、こんな見た目だったの覚えてますか？何が言いたいかっていうと、これ例が絵だけで説明しますけど、イートイズだとこうフォワードバイとかターンバイとかをこうドラッグするとスクリプトができますよね。でスクリプトを1個作るとこのスクリプツっていうカテゴリーって言ってるやつに入りましたよね。でこれ例えばスクエア、名前は後からつけるんですけども、別のスクリプトをフォワードバイターンバイみたいにして作ると、その別のメソッドもこのスクリプツっていうカテゴリーに入る。でこれは本当に目の前に自分が作ったメソッドっていうのはこれで、このメソッドたちは組み込みのこれらの機能を使って実現されてますっていうものがこう目に見えるように作られてたわけなんですけども、アランが本当に欲しかったのは何かっていうと、このカテゴリーをそのままここからこうビューってドラッグしてカテゴリーをファーストクラスのオブジェクトとして扱いたかったわけです。でそれは何かっていうと、カテゴリーっていうのはさっきも言ったようにメソッドの集合なんですけども、そのメソッドたちはベースクラスが提供している機能を使っている。でこれがまさにトレイツみたいなもんだったわけです。だからアランとしてはトレイツみたいなのいいね、だったらイートイズのカテゴリーもドラッグしてファーストクラスのオブジェクトとして、最初は例えば赤い車用に作ったスクリプトの集合だけど、それをそのままこっちにある青い車にドロップしたら綺麗な形でビヘイビアの振る舞いの共有ができるじゃないかっていうようなことを言ってたんですけども、結局それは私作りたかったんですけど作れなくて、トレイツはトレイツで本当に難しい言語でも使われるような綺麗な体系で素晴らしいんですけども、なんとなく本当に手を突っ込んでいじり回すようなものにはならなかったわけなんですけども、私はそれを見てやっぱり今作ってるその黒系マイクロバースではそういうことができるように自分がオブジェクトに追加するのはそのメソッドの集合なんだっていうのをちゃんとやっているっていうのが現状です。でもう一つ言いたいのはその黒系マイクロバースを作った中で結局アプリケーションフレームワークを自分で作んなきゃいけなかったわけですよ。でその時っていうのは、過去にいろんなのを使ったり、見たりしたんですけども、私学生の時に出たのはJava っていう言語がバーンって世の中に出てきてマーケティングがすごかったので私その前なんかそういうオブジェクト思考で GUI のものを作るなんてことしたことなかったので Java が出てきたっていう時にこれが世界最先端のやり方でこれが一番すごいんだって思ったんですよね。でも今から見るとAWT1.0 とか覚えてますか？イベントリスナーとかさえなかったんですよね。全部サブクラス書かなきゃいけなくてボタンがあって四角いボタンがあって押したら何かするで丸いボタンがあって押したら何かするっていう時は結局両方ともペイントっていうメソッドとアクションっていうメソッドをオーバーライドしなきゃいけないから両方にメソッドを定義してクリックしたら何が起こるかっていうのは同じにしたかったとしても2個サブクラスを作ってしなきゃいけないっていうとこから始まってたんですよ。で AWT の 1.1 かな、次のバージョンではそれはあまりにもアホらしいからっていうのでイベントリスナーっていうのが入ったりしたっていう、そういう経緯を見ててふんって思ってたんですけども、やっぱりアラン・ケイのグループに入って実際にそのモーフィックとか本当にもう一番下から上まで書いてる人がいて自分自身も上から下まで全部読めるで試せるっていうことを実際に経験するとでかつなんでそのようなデザインになってるかっていうようなことを実地に見て触れることができるとやっぱり
私自身はそんな大したプログラマーではなかったかもしれないけど、そういう経験があるとやっぱりフレームワーク作りっていうのは私の感覚でやっぱり職人の技術盗みみたいな要素があって、もうやって本当のその一流の人を見てそこにいないとわからないものっていうのがあるかなっていう感じがあって、本当は私には幸運にもそういう経験ができたと思うので、今のその黒系マイクロバースのフレームワークっていうのはそういう意味でもイベントマウス今はポインターベースでやってますけど、マウスをクリックしてなんかやるときにどのオブジェクトがそれをハンドルするべきかっていうのを決めたりする仕組みとかで、それをどうやって起動するかで、何個イベントハンドラー複数つけられるようにするとかで、あと大事なのはこれマイクロバースの世界でさっきどこだったかこっちかやってたのは、中でもそのエディターでもプログラムを変えられますよね。でそれっていうのは何が起こるかっていうと、バグを入れちゃうわけですよ、自分でやってるうちに。で例えばマウスドラッグを何かオブジェクトをドラッグできるようにしようとかっていう時に、マウスダウンがあってマウスムーブが続いてる間は動かすけど、マウスアップがあったらキャプチャーしてるのをリリースしなきゃいけないとか、書くじゃないですか。でもやっぱり忘れちゃうわけですね、リリースするとかで。そうするとマウスダウンしたらもう何をしてもオブジェクトがマウスから離れなくなってリセットするしかないみたいなことになるんですけども、ここで言ってるのはそのアップキットっていうネクストステップ経由で入ったそのスモールトークのアップキットを作った人は別にスモールトークのその仕組みとかを気にしてなかったっていうこの間聞いたんですけども、そういうアイデアがあって、ファーストレスポンダーっていうアイデアがあるんですよね、アップキットに。今のその MacOS でもあるんですけど、レスポンダーチェーンっていう概念があって、なんかそういうイベントをキャプチャーしたいような時はファーストレスポンダーって言って、最初チェーンの最初に入れるとそいつが無条件でイベントをハンドルするみたいな仕組みがあるんですけど、そういうのも便利で入れてますし、さっき言ったようにバグがあってもちゃんと後始末ができるように私ラストレスポンダーっていう概念を入れて、最後にシステムレベルのオブジェクトがユーザーがちょっと忘れてるようなそういうクリーンアップを手伝うような仕組みを入れたりして、いろいろ細かいやつでなんていうかうまく作んなきゃいけないっていうことになった時に、やっぱり結構これ経験が必要なんじゃないかなと思って、スモールトークの素晴らしいところはやっぱ本当上から下まで自分で全部いじるっていう経験ができるってことで、もし最終的に作りたいものがスモールトークベースじゃなかったとしても、スモールトークでそういう経験をしてたっていうのは本当に大きかったなと思ってます。で大体終わりなんですが、これこの間の静岡大学の講演の時も使った最後のちょっとまとめっていうことで、このマトリックスをちょっと紹介したいんですけども、結局偉そうにコンピューターっていうのは一体何なんだっていう、そういう話なんですよね。でこの2段になってるんですけど、上の段っていうのは実際のハードウェアっていうのがどんな見た目なのかっていう話で、下の段っていうのはアナロジーとしてそれは一体どういうものなんだ、例えるとどんなものなんだっていうのが下の段になります。で最初の頃のそのメインフレームでバッチプロセッシングの機械っていうのは自分だけでやりたい時に使いたい時に使えるわけじゃないし、他の人とすり合わせをしてようやく長い間何時間も待つと使えるようになってっていうようなもので、エンゲルバートが使った例えで言うと、こういうバッチ処理のコンピューターっていうのは、鉄道みたいなもの、自分は人を待たなくちゃいけないし、行きたいとこを自分で決められるわけでもないっていう。でもエンゲルバートが言ったのはそういうのじゃなくて、コンピューターっていうのは
車みたいなものになりうるっていうことを言ったわけですよ。でそれっていうのは皮肉にもこの練習しないと使えないっていう問題が、彼らのシステムが流行らなかった理由になっちゃったんですけども、ちょっと少し練習したら自分たちで行きたいとこ決めて行きたい時にビューって行けるようになるっていうことを言ったわけですよ。で最初の方で見せたイラストっていうのは、この写真から来てるんですけども、これエンゲルバートがいて、この人もマウスをここ持ってるんですね。でエンゲルバートもマウスを持ってる。でこうディスプレイがいっぱいあって、同じ部屋の中でプランを作ってるんだけども、コンピューターがちゃんと介在してそのプラン作りを助けてるわけですよ。でコンピューターにいろんなアプリケーションありますけど、ね、Zoom とかありますよね。でも Zoom っていうのは対面の時には使わないわけですよ。ね、Zoom っていうのは電話みたいなもんだから、で皆さんのその知性を拡張する機能は Zoom にはないわけですよ。だからこうやって対面でなんかプランを作ろうみたいな時には Zoom は使わない。でもコンピューターっていうのはそうじゃなくて、対面の時にでも役に立つようなものになるはずっていう話もあったわけ。車みたいなものだと思ったんですけど、こう PDP-11 とかはなんかこうツール、もうちょっと小さい道具っていうような感じでものを作ったりする時に使う、で実験したりする時に使う道具っていう考えもあったんですけども、やっぱりそのアラン・ケイが偉かったところは、いやそういうコンピューターっていうのは道具とか車とかじゃなくて本みたいなものだっていうことを言ったわけですよね。それっていうのはアイディアを伝えるための伝達するための何か、メディアって言ってましたけど、そうコンピューターっていうのはメディアである。でただのメディアではなくて、その上でアイデアをどのように伝えたらいいかっていうようなことを変えていけるようなある意味メタの機能を持ったメディア、メタメディアであるということを言ったわけです。でそれを言うために本みたいなもんなんだけども動的なダイナミックなものだっていうことで、ダイナブックって言ったわけなんですけども、本当にそのアナロジーとしてコンピューターとは何なんだっていうことを考えた時に本みたいなメディアであるっていうことを言ったっていうのもやっぱり彼が偉かった点の一つだと思います。で、このストーリーライン何度か使ったんですけども、やっぱりこう疑問に出るのは、じゃあでもこれ68年に描かれた絵で、結局我々が使ってるこういうのもこういう四角い形でキーボードがついてて、ディスプレイがついてて、結局形としては同じですよね。でさっきも言ったように上の段っていうのはそのハードウェアの実際に形っていうのはどういうものなんだっていうことなんですけども、じゃあやっぱり気になるのは次にここに来るのは何なのかっていうことですよね。で実はでも今になると答えは実は結構簡単で、もう壁がコンピューターになってるとか、こう電灯がコンピューターになってるとか、喋ると返事をしてくれるとか、だんだんこう目に見えないものがコンピューターっていうのが目に見えないものになっていくっていうのはもうほとんどなってますし、そういうのは分かるわけですよ。でただやっぱり分からないのは、それっていうのは一体どういうアナロジーで言うと、例えて言うとそれっていうのは何なのかっていうことですよね。でそれっていうのは答えは一つじゃないので、何とでも言えるわけだから、一つではないわけですよ、答えは。だから難しいんですけど、でもじゃあ奴隷みたいなものなのかとか、本当に使用人みたいなものなのかっていうことかもしれないし、もしかしたら非常に尊敬できるような友達、あるいはちゃんと会話とか考えることを助けてくれるような、なんかその新しいもの、例えば分かんないですけど、そういうものかもしれないわけですよね。だから私はもう50になっちゃったんであれなんですけど、若い人にはやっぱりそれっていうのはハードウェアの形が何なのかっていうことを考えるとともに、それっていうのは
例えて言うと何みたいなもんなのかっていうことを考えながらやると非常にいいんじゃないかなと思っているというのがこれまとめで1時間15分ぐらいです。まだまだあれですね、いろいろありますけど、マイクロバースの世界に戻るとまだいろんなでももうちょっといきますか。じゃあこれそうそう、大事なのはこれオープンソースで出ているので皆さんのコンピューターでも試してもらえますし自分の世界を作るっていうのはもうできるようになってます。で例えばですね他の時に私一生懸命作ってたのをこの大学のこれ出るかな、出なかったです。大学の世界っていうでもこれやる前にちょっと簡単なやつ見せる。ここワールドイコールの引数を変えるといろいろ変えられるんですけど、テストというとでこれ本当に何もない世界で背景だけあって背景と床だけあるんですけど、こういうのを作るためにどんぐらいのコードを書かなきゃいけないかというとワールズテストね、これこんだけですね。上の方はいろいろ細かいことは書いてあるんですけど、メインのとこは何かというとこのデフォルトカーズっていう配列があって、この中にはデイビッド・スミスの趣味で世界の中にあるオブジェクトは全部カードっていうことでやってるんですけども、ワールドモデルっていう名前のカードがあって、これは何にもない、ただ格子模様になったやつだけがある。でライトっていうのもライティング 3D グラフィックスではライティングが重要なんですけど、ライティングもカードみたいなもんでプロパティを変えていくと照明の具合が変わるようになっているっていうもので、2つだけのオブジェクトがあるっていう、こんだけ書くとこういうテスト、こういう世界が作れるようになってます。でそれを踏まえて私がいろいろ作ってたのはキャンパス、これデザイナーが作ってくれたんですけど、たまたま東工大っぽいんですよね、なんとなく雰囲気で。これ面白いのはここ地図があって、地図がこれハリー・ポッターのマローダーズマップみたいにライブなんですよ。じゃあ世界に赤い点々が、アバターで、緑のやつはオブジェクトで、これ東工大なので、こっちの方に行ったりすると、なんだろうな、同じこれあれですね、振り子はあって、私また皆さん連れてきますね。ジョイスティックで離していくで、振り子ツンツンしたりできるんですけど、西8号館に渡っていく通路、なんか殺風景だなとか思うじゃないですか。大学とかだとよく研究発表の論文なんかありますよね。じゃあ最近私が書いたペーパーどこいたか消えてるペーパーズPDF ファイルをメイン PDF ドロップしたりするじゃないですか。そうするとちょっと待ってるとPDF が出てきたりしてでちょっと道の真ん中にあるのは面倒くさいのででかいな。さっきのプロパティシートでちっちゃくしたりして壁の近くに寄せて回すことはできるんですけど、なんか壁に貼ってあるポスターみたいにして、自分たちで世界を作っていってもいいわけです。でPDF ビューは何がいいかっていうとこうやってスクロールするともちろんぴったり同期して動いてるってことですよね、皆さんのコンピューター。でもそれをそうとしてやっぱり遊びが必要ですよね。大学で不良学生が集まる西7号館っていうのがあって、ここにはないんですけど、ラジコンで遊んでるやつらがいると思うわけですよ。でこの車も最初の方に見せていたのと同じようにちょっと進んでちょっと曲がるっていうのを何度も繰り返しているので動いてるんですけども、一応見にくいのキーダウンをするとこのコントロールっていうメソッドが呼ばれてアローキーだったら
曲がる向きを変えるとか速さが変わるっていうのを書いていて、運転もできるわけですよね。でもここにはさっきも見せた地球があって、これはこれで地球が回すことはできるんですけども、その中のメソッドの一つにニューアングルっていうのがあって、何やってるかっていうと、角度が変わるとパブリッシュサブスクライブのメッセージを世界に送るっていうのがあるんです。でコンソール出してもいいんですけど、で何がしたいかっていうと、ってことは地球は回ると角度が変わったっていうメッセージを送ってるってことは、じゃあこっちの車の方でこのニューアングルっていうメッセージが来たらカーソルキーで変える代わりにこの地球を回すことによって車が運転できるようにできるんじゃないかって思うわけです。で今セーブしたんですけど、車はどこ行った？車こう来てるところで失敗した。車を走るときに地球を回すとぐるぐるぐるって運転できるようになる。でもこれって角度が急すぎて運転が難しいよねって思うじゃないですか。そうすると小学生の私は今まで割り算って一体何の役に立つか分かんなかったけど、ここで初めて割り算っていうのは実際に役に立つってことが分かるわけですよ。だから問題は何かっていうと、ニューアングルで入ってきた値をそのまま使ってるからぐる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 回っちゃうんで、じゃあ20ぐらいで割ってみたらどうだろうか、思うわけですよね。でこれセーブってやってで回すとだいぶ運転しやすくなったぞって思う。で本当にゲームとか作ったことある人は知ってると思うんですけど、こういうプログラムって山のようにこういうパラメーターが出てくるじゃないですか。でこの矢印キーで動かす時もアングルっていうのを 0.004 変えるって書いてありますけど、こんなのどんな値がいいかわからないわけですよね、やってみるので。特にこれ多人数での環境なんですけども、もし例えば 0.004 を 0.003 に変えるっていうだけでリコンパイルしてツイッターも見なくちゃいけないっていうようなことになると全然作業が進まないんですけど、これデザイナーならデザイナーの人と一緒の世界に入って、じゃあこれ 0.004 に 0.003 に変えたらどうなるかなっていうのをこの場で変えて、問題は何かっていうとクリックしないとキーボードフォーカスがいかないんだけど、クリックするのが難しいっていうえいみたいな矢印キーで動いてるかな分かんないな、ちょっとできてるできてる。本当にだからコードを書き換えながらもうこの場で車の振る舞いを変えることができるっていうのが面白いところです。でこれねそうそう、ポータルもあるし、ここもさっきもポータル開きましたけど、このドアの先入れないなと思うんですけど、スイッチがあって開けると、これどこ行くんだっけなここに戻るのか、ここに戻ってきます。でさっきまでいじってた何を隠そうさっきビットコイントラッカーをもう一つロードしましたけど、同じ世界になんでかっていうと、ここに指定してるセッションネームが同じだからなんですけど、こうやって本当に別の世界を行ったり来たりできるっていう、機能もあるわけです。そうですね。なのでぜひ皆さんもJavaScript が裏切り者とかって言うんじゃなければ、ぜひ試していただいていただくといいと思います。登録は必要といえば必要なんですけど、まだ無料で使えますので、ぜひいろいろ試していただけると幸いです。というぐらいかな。どうでしょう。こんな感じです。ありがとうございました。何か質問等ありますでしょうか。すみません。そしたら、はい。いろんなクライアントを同期させる状態を共有していなくってイベントを分配させることでそれぞれのクライアント側での状態をちゃんと非イベントにするみたいな話だったと思うんですけど、例えばクライアントのレイテンシーがあんまり整ってなくって1個だけ例えば遅いレイテンシーのやつがいて
そのクライアントの中でのスクリプトの実行が例えば遅くなっていって、それで他のクライアントが出したイベントと辻褄が合わなくなることとかっていうのはそれはないです。タイムスタンプは常にリフレクターがつけるので、なるほど。その場ではローカルでは実行し実行しない方がいいんです。実行しても本当に分かってる人ならいいんですけど、普通にプログラムを書くときは、はい、ローカルでイベントが起こったからといって、はい、そこのモデルを書き換えるわけにはいかなくて、ちゃんとリフレクターにイベントを送って、それが返ってきてから、ここの赤いところにあるモデルを書き換える。だから遅いコンピューターがあったとしても、はい、論理時間の上では常に同期は取れる。ただ本当に実行が遅れてしまった場合はどんどん遅れるんですけども、その場合何が起こるかっていうと、イベントが溜まっていくわけですよ。はい、そうするとイベントが処理できていないってことが分かるので、そのクライアントは自ら死んで、説明しなかったのはスナップショットを取るっていう仕組みがあるんですけども、何をやってるかっていうと定期的にこの赤いこのモデル部分の状態っていうのをシリアライズして保存します。1分に1回とかで、新しく参加した、あるいはそうやってドロップアウトしたクライアントとか、あるいは、全く新しく入ってきたクライアントが何をするかっていうと、最新のスナップショットとそのスナップショットの後のイベントをファイルサーバーからもらってきて、リフレクターがどのスナップショットを取れっていうのを言うんですけど、それを取ってきてスナップショットの上にペンディングのイベントを全部実行すると、他のクライアントと同じところにたどり着く。論理時間の上で実行している限りにおいては、だから同期は常に取る。似たようなあれなんですけど、スクリプトの中で乱数使ってましたよね。でそれも、スピードがちゃんと揃えてあるから、決定論的に全てのクライアントで同じ決定ができる。そうですね、その通りです。はい。なるほど。だからここでバーチャルコンピューターって言って、本当にその VM を書いたみたいな話をしてるんですけど、実際にやってるのはそんな大層なことではなくて、ランダムとか、あるいはサインコサインとかって、実行すると Firefox と Chrome で違う結果が出ちゃうんですよ。でそういう超越関数みたいなやつは自分たちのライブラリで置き換えるっていうだけで、他のとこはJavaScript の標準が同じ結果になることを保証しているので、ほとんどの部分はだから普通の JavaScript の速度で実行できる。だからそれはスモールトークの時の黒 K でも同じことで、ネイティブのサインとかコサインとか使えなくて、黒 K でもどっかも Java かなんかがリリースしてた Java 用のフローティングポイントマスを持ってきてスクイックにリンクして使ってたんです。今物理エンジンとか結構ランドマイズしたアルゴリズムとか使ってますよね。そうなんです。我々が使ってる物理エンジンはこれ我々自身が書いたわけじゃないんですけど、レイピアっていう、物理エンジンがあって、レイピア物理エンジンのレベルでそれもいやだからランダムも使わないでレイピアドット R です。これだからラストでこのエンジン書いた人がいて、ウェブアセンブリになって JavaScript とかも使えるんです。彼らはだからその決定論的に動くようなエンジンを作るっていうことすごい。いろんなところで境界的なところで結構ランドマイズしたところを売りたくなるじゃないですか。そう。でもだからプラットフォームごとに別々でなければいいわけですよ。これそうですね。すごいな。手が悪くなる。このレベルのものがこのスピードでクライアントでちゃんと決定論的に同期できるっていうのは本当すごいですよね。
時代ですよ。あとすごくシンプルですけど、四角を左上と右下を別々の人が掴んでこうムニムニ入れる。すごいですね。これもそうそう、結構いろいろ面白い話があって、面白いってだから難しくなっちゃうんですよね。例えばこれ今私のこうカーソルが赤っぽい色じゃないですか、この黄色いプロジェクターで。こうで私がこう右下をやるとこう下のエッジと横のエッジが赤になってます。でどなたかの茶色っぽい、梅沢さんか分かんない、誰かが左上をつまんでるからこっちのエッジとこっちのエッジ色が違いますよ。でこれは他の人は今多分この右下は今いじれないと思います。で要はなんて言ったらいいかな、こうやりたいことごとにどういう振る舞いであってほしいかっていうのはシステムは決められないんですよね。アプリケーションデベロッパーがこういうふうにした時に何が起こってほしいのかっていうのは本当にものによって全然違うわけですよ。なのでこれアラン・ランザーが結構頑張って書いて、上を掴んだ時はこうなるけどここを掴んだらこうでどのエッジはだからこうエッジだけをもちろんできるわけですよ。なんかこれもできなくするとか、結構彼そういう細かいややこしい話が好きなんでこういうのを作ったりしてるんですけども、全部が簡単になるわけじゃないんですよね。本当に複数人がリアルタイムで同じオブジェクトを触るっていう時にはプログラマーが考えなきゃいけないことっていうのは、増えるんですけども、だからといってそんなミロみたいに、ね、こう1秒待ってやればいいっていうのはちょっと悲しいので、プラットフォームとしてはこういうミリセカンドレベルでの同期が取れるようなものがせっかくあるんだからこういうことをしてると。ムニムニ感は結構感触が伝わるぐらいな感じで見ていて、読んでなんかインタラクションとしてすごいなと思って。大島さんがデモしてる時に、このボタンを押さないでとかいうことが結構あったじゃないですか。そういうのってどういうふうな制約をかけることができるんですか。いやそれはホットトピック、実は昨日も東工大の人にわざわざ会いに行ったのは結構難しいことを研究してる人がいるんですよ。で私はあんまりよく分かんないですけども、最近のプログラミング言語の世界だとエフェクトハンドラーとかエフェクトシステムっていうのがたまに話題になるんですけど、知らなかったのはコーエフェクトシステムっていうのがあって、要は難しい話になるとエフェクトシステムだと普通のタイプチェックとかスモールステップセマンティクスのジャッジメントのとこでこのなんかカタカナの「と」みたいなやつのやつの右側になんていうかな、そのエフェクトっていうタームがつくんですけど、コーエフェクトっていうのは左側の方に要は環境としてこういう値が今ある時はこういうトランジションしていいよみたいなことを推論していくっていうフレームワークがあって、それが直接使えるかどうかわかんないんですけども、結局何がしたいかっていうと、もしユーザーごとにレベルがあって平民と貴族みたいになってたとしたら、貴族はドローンを消去できるけど平民はできないみたいなことがしたくなるわけですよ。その時にだから貴族、そういう単純なモデルであればユーザー登録をして平民がクリックした時はデリートできないようにするっていうレベルの話はできるんですけども、ここで問題になるのは中にスクリプトが書けるじゃないですか。そうすると平民が普通の機能でデリートはしてほしくないけど、その貴族の人が書いたスクリプトの中でこのボタンをクリックしたらこのオブジェクトは消えていいっていうようなスクリプトを書いた時には、平民がそのボタンをクリックした時はオブジェクトはデリートされていいみたいな、そういうケーパビリティの伝播みたいな話が絡んでくるわけなので、ちょっと難しいんですけど、昨日ちょっと相談して、
そんな難しくしなくても、簡単なモデルであればできるかなと思ってきたので、そういうものを実装すればそのユーザーコントロールとかアクセスコントロールみたいなものができていくようになると思います。そもそも論として我々はここまでの自由を望んでいるのかっていうのがあるような気がしていて、さっきスモールトーカーの話がありましたけど、スモールトーカーはもうすごい自由で楽しく暮らしてたわけですが、結局世の中に入れられなかった理由の一つっていうのは、みんなそんなに自由を欲してなかったっていうことがあると思うんですけど、多分いやそれはあると思いますけども、わからないですよ。そういうものがないとこういうものを作っとかないと、絶対に簡単な方の未来しかないっていうのはあると思うんですけども、それとは別にそれこそビル・ゲイツが言ってないんですけど言ったと言われてるその640キロバイト以上メモリーなんか必要ないみたいな話で、もし本当にアップルがゴーグルをリリースして出来が良くて、みんなメガネの代わりに例えば使い出すで、だんだんiPhone みたいになんかないと生きていけないみたいなものになった時が来たら、そこでやっぱりその世界をリブートしなくても変えていけるようなアプリケーションというのが必要になると思うんですよ。だからある意味想定員みたいなものがあって、わかる。いや、ただマネタイズするのが辛いだろうなっていう。マネタイズはでもNFT でNFT いや NFT でできる。黒系自身でしてみれば何が起こるかっていうと、結局はそのリフレクターにイベントを送って、リフレクターからイベントが返ってこなきゃいけないので、リフレクターのとこでどんだけのイベントがどのプログラムで使われているかっていうのが分かるわけです。だから現在のそのモデルとしてはメッセージに課金するっていう。昔リアルタイムストラテジーゲームをスマホのやつで使ってて、その時のモデルが本当に全くあれと一緒で、メッセージを送ってタイムスタンプを送ってっていうやつで、クライアント側で動かしてっていうのをやってちょっと驚いたんですけど、ただ一点違ったのはやっぱりその改ざんとかの問題とかがあって、サーバー側で評価をして、評価の結果をコマンドとして送ってクライアントで動かす、描画するとかっていうところだけ違ってて、なんでそういうなんかクライアント側で、先ほどおっしゃってましたけど、スクリプト変えたりとか変えたりとかして改ざんの問題とかっていうのがちょっとあるんじゃないかなと思ったので、そこら辺は特に改ざんの問題はあるといえばありますね。で特に1対1のものだとして、結局多数決を取ってズルしてる人が少数派であれば多数の方が勝つということはできるんですけども、1対1で片っぽがズルをした時にシステムの方からはどっちがズルしたかもちろんわからないわけです。それは結構大きな問題になりうるとも思うんですけども、絶対多分こういうシステムが出た時ってやっぱり絶対ゲームとかってすごい流行るっていうか、当然出てくるシステムだとは思うので、実際問題だとすると結構キーポイントになるのかな。そうですね。他の仕組みでメッセージのなんていうかインテグリティを一貫性を保つということも考えられますし、暗号を各そのユーザーごとに違う暗号のキーを使ってやるとかで、いろいろ仕組みはただ絶対にどうしようもないわけではないんですけども、まだ実装はしてないという現状です。でサーバーのコードを一切書かなくてもいいっていうことでやっていて、他の経験が終わりだってもちろん非常によく分かっていただけると思うんですけども、一旦サーバーを変えないとアプリケーションが変えられないってことになると本当に大変なわけですよね。本当に
1行変えるだけでもサーバーを落としてリスタートしてクライアントがちゃんと合ってるのを確認してもう一回つなぎ直して動作を確認するみたいなことになると一部の限られた人にしかもう作れないものになるけど、これはなるべく誰でも作れるようにっていう方向性で、言うなればアナロジーで言えばそのハイパーカードですよ。でなんでデイビッドがオブジェクトのことをカードって呼んでるかっていうと、やっぱハイパーカードみたいなものにしたいからっていうことなんですけども、それっていうのはハイパーカードもレベルがあったじゃないですか。Go とか言うと実はスクリプトもいじるんで、結構買ってきたソフトでもいじれたりとかするようになってて、どこまで守るべきかっていうのはいろいろあると思うんですけども、でデイビッドとは違って私はこれ何でもできるとは思ってないんですよ。アプリケーションは選ぶかもしれないけども、そうぴったり合うアプリケーションであれば非常にぴったりくるっていうものだと思っているので、そういうアプリケーションがどんどん出てくればいいなと思います。向きはやっぱり向いてないやつはあるかな。そうです。サーバーで絶対に一貫性を保ちたいとか、あるいは10GB のデータが必要でサーバーで計算して、でもクライアントで画面更新するときは、毎秒 1MB ぐらいでも送れればできるみたいなアプリケーションであれば黒系ではできないわけですよ。ただだからそういうのは諦めてもいいと思うんですけども、ここでやってみて今本当にだからこれ違うとこ見て何ですかね、メッセージこれ違う世界にこれなんか誰も何にも触ってないとネットワークほとんど使われてないわけですよ。でだから携帯とかでモバイルとかの時にはそんな毎秒1メガとか送りたくないですし、この仕組みで他の時言ったのは5G ネットワークが今話題になってるし、今っていうだいぶ話題になってきてるじゃないですか。でその 5G ネットワークのお約束っていうのは何かっていうと、今まではそのコンピューティング資源っていうのはデータセンターに置くしかなかったわけですよ。だからここでなんかこうツンってやった時に近くの電話塔まで行って基地局まで送られて、でデータセンターにインターネットを通じて計算されて戻ってきてようやく何か起こるみたいなことだったんですけど、5G っていうのはその途中の電話塔とかにもコンピューティング資源を受けるようになるわけですよ。で Google とかNVIDIA とかがやったのは、その電話塔のとこにもうすごい GPU のクラスターを置いて、そこでゲームのレンダリングまでしてストリーミングしたらいいんじゃないかっていうことでやろうとしたんですけども、今のところ全然できてないわけです。でも黒系のいいところは、もし黒系のリフレクターをその電話塔のとこに置けるようになったら、本当に小さなコンピューティング資源だけで、少量のデータだけでここでクリックしたら一番近くの電話塔に行って安倍さんの電話に行くとか、本当にだから1ミリ秒ぐらいのレーテンシーで共有世界が作れるようになるはずなので、そうなった暁にはまた違うアプリケーションが作れる。現状だとどのくらいのスペックがいるんですか？そのリフレクターを自分のところで跳ねてみたいなみたいな。リフレクターなんかはもう本当に何人つなぐかとかにもよりますけど、1万人このコンピューターであっても多分1万人ぐらいつないでもハンドルできるとか、そういう話。1万人はおかしい。毎秒1万メッセージとか来てもハンドルできるようなレベルの軽さです。なんか一つの Node.js サーバーで走らせて毎秒1万メッセージぐらいはハンドルできる。だからここで毎秒60イベントぐらい送るじゃないですか。60Hz で、100人ぐらいいても大丈夫、100人乗っても大丈リフレクターが落ちちゃったみたいな時にどうやって回復したりするんですか？
複数立ち上げてフォルトトレラントをするみたいなことはできるんですか？リフレクターが落ちるってことも稀にあるんですけども、クライアントは切断されますけども、ちゃんとこう Kubernetes でリスタートして上がってきて、クライアントだからこうリトライするわけですよ。でこっちが上がってきたらつながって、でスナップショットは別のファイルサーバーに保存されていて、最後のスナップショットはこのセッションの最後のスナップショットはどれだったっていう情報はあるので、リコネクトできた時にスナップショットはこれだったっていう情報が来て、少なくともそこまでは戻れます。でこれ昔の黒剣の時から言ってるんですけども、言ってるだけで作られてないんですけども、例えば私がロサンゼルスにいて、誰か日本にいる人がいて、なんか一緒にやりたいっていう時に、どこにリフレクターを置くべきかっていう問題が出るじゃないですか。でじゃあでもリフレクターっていうのは状態を持たないんだから、綺麗な世界であればこうマイグレーションできるはずなんですよね。でだからこう私がこれなんかドラッグできるものなんかこう私がロサンゼルスでこのなんかオブジェクトをドラッグしてる最中はこのイベントこうイベントがいっぱい来たと思ったら、その時点でリフレクターを LA に移して、このイベントはこのイベントが起こってる間は LA のリフレクターでやるけど、今度誰か日本の人、梅沢さんが日本で同じことをしたら、その時点でリフレクターを日本に移してやるっていうことが理屈の上ではできるはずなんですけども、現実的には非常に多分難しいので、なかなか実装はできないと思うんですけども、そういう意味ではリフレクターマイグレーションができるようになったら、もうちょっとさらに面白いなと思います。データベースのシャーディングみたいな感じでリフレクター自体を、今そのリフレクターっていうのはワールドとかセッションとかにくっついちゃってて、その1個のリフレクターがその1個の世界を受け持ってるみたいな感じなんですか？動いてる時はそうですね。でも全員が例えばここでウィンドウを閉じたとして、全員ディスコネクトしますよね。そうするとユーザーアクティブセッションがドーマントっていうか、セッションが誰も使ってない状態になるわけですよ。でそれで電源抜いて挿すみたいに10秒待ってから私が例えば最後のユーザーだったとして、あるいはリフレクターが LA にあったとして、全員ディスコネクトして、で10秒待って梅沢さんが同じURL を開けて同じセッションを開けようとした時には、最初のクライアントが日本だから、じゃあリフレクター日本に置こうっていうことは今はそれやってます。なので最初に来たユーザーに一番近いリフレクターが選ばれる。だから同じセッションであっても、ユーザーが全員切断した後であれば、一番近い人の次に接続した人に一番近いリフレクターが選ばれる。移動とかできるといいですね。移動的にリフレクターが、この辺の人が今アクセスしてるからこっちに移動するか。そうなんですよ。でもそれをいかにこのクライアントからそれが見えないようにするかっていうのはなかなか大事だと私は思ってるんですけど、だってウェブソケット1本貼ってやってるわけなんで、じゃあそのマイグレーションしてる最中のじゃあイベントは一体どうしたらいいのかとかで、もう一つだからその仲立ちをするサーバーがいて、そこにも常につないでおいて両方にイベントを送るのかみたいなことになってくると、原理的にはできるかもしれないけど、多分現実上は非常に難しいことになるんじゃないかなと、私は勝手に思ってます。はい。なんかそうするとスケールアップしたいなっていう時には、あれですか、スケールアウトっていうよりはスケールアップ、CPU のスペックを上げていかないと、その大量のユーザーを
さばくことはできない。でもリフレクターのそのインスタンス自体はいっぱい増やせるので、同じ LA であっても複数あって要はもう一つリフレクターを選ぶ仕組みがあって、ディスパッチャーって呼んでるんですけども、ディスパッチャーがどのリフレクターを使うべきかを決めるじゃないですか。だから LA のインスタンスに4つなり8つなり10個なりリフレクターを動かすことができて、ディスパッチャーに LA には4つリフレクターがありますよっていうことを、登録しておけば、また LA だけど LA でいいかで、そこでこの LA のインスタンス、この LA のインスタンスっていうことで LA で例えば100人ぐらい4セッションがあって100人ぐらいつないでいたとしても、リフレクターへの負荷は分散できるわけです。遅れてきてあんまり話についていけないんですけど、リフレクターって例えば3コード、親子コードを持ってたりするすいません。いや、リフレクターには親子構造はないです。ディスパッチャーっていうのがいて、どのリフレクターにつなぐかって決めた後はそれがそのセッションの面倒、ユーザーがいる間はそのセッションの面倒を見ています。親子構造を持てると、その1個いたとして親を1個作って、その親からもう1回子供を生やした上で両方2つのレクター経由で親のやつが処理しつつリフレクターを切り替えみたいなやつをいっぱい親を経由してまた親を消してっていうのがだからできなくはないはずなんですよ。でも一つの問題はユーザーが送ったイベント全部が論理的なタイムスタンプを貼らなくちゃつけなくてはいけないので、じゃあリフレクターの親子関係があって親がいて子が2つあった時にイベントが来た時に本当に両方のサーバーで一貫性のあるタイムスタンプがつけられるので、そうじゃなくて親を経由しなきゃいけないんだったら、じゃあ最初から親に行くとがアーキテクチャとしては簡単になるしっていう、そういうせめぎ合いがある話だと思います。例えば明日もう一回このデモを他の人に見せようとしたときに、今日オブジェクト赤くしたりしたやつを元に戻すとかって、そういうことできるんですか？そうですね。オブジェクトを赤くした分に関して言えば、このローカルのファイルがいっぱいあるんです。マイクロバース。ローカルのファイルとまだつながっているので、なんですか、ファクトリーカスケード。例えばここでマイクロ、Gitリセットマイナスマイナスハードとか言ってファイルを書き換えたら、その時点でディスク上のファイルが書き換わるので、セッションが動いていれば、そこでなんていうか、そこで書き換わります。セッションが死んでたとして、次にコネクトっていうボタンを押したら、でももし何もしなかったら最後に残ってる変更が残るので、それはスモールトークでイメージをセーブしたみたいなもんで、次に開けたらその状態で出てくることにはなってますね。もしだからその時間線を分けて、ここでコピーを作っといて、今日の発表ではこっちに使ったやつを使うけど、明日もう一回やりたい時はここから取っといたコピーからやるっていうこともできるんですけども、ユーザーインターフェースはないですね。だから自分でなんていうかちょっとやんないと、今はそのコピーを作って別の時間線で進むってことはできないんですけど、もし本当に同じとこに戻ってやりたいと思ったら、そういうことができると思います。普通皆さんデモの世界を作るときって一番最初はコードで書くんです。テキストファイル。そうですね。その後で画面上で変更した、例えばさっき車の
クリプトを変えたみたいなやつは特にコードには戻らなくてその世界だけあるよそうですねうな。そのセッションだけでさっきのじゃあキャンパスのやつは見えるかな、さっきも言いましたけど結局世界の定義っていうのはカードの配列なんですよね。カードっていうのが一個一個オブジェクトでポルシェなんですよね。ポルシェ知ってましたよポルシェっていう名前になってたの。ポルシェね。このカードの最初の場所はこの場所で向きは、向きはないけど向きはあるね。ローテーションはこんな感じでっていうのがずらっと書いてある。これは初期状態ですよね。でも車は動いてるからでもちろんこれはファイルなので変わらないですし、問題はやっぱり多人数環境なのでウォッチサーバーを動かしてくださいって言えば原理的には誰か一人がシステムの中で編集してセーブって言ったら全員のディスクの上のファイルを書き換えることもできるんですけど、私やっぱりその他の人のディスクを書き換えるようなシステムを作りたくないんで何が起こるか分かんないしちょっとやっぱり美しくない気がする。でそういう原理的にはできるけども、やってないっていう面もある。ボットみたいなの作れますかね。そのユーザーがいなくてもなんかこの世界で勝手に動いて何かやってるみたいな。それは実は作れます。何がいるかっていうと、Node.js バージョンのクライアントですよね。で必要なのはこれモデルとビューっていうのがきれいに分かれているんですけども、モデル部分っていうのはもう本当にシリアライズできるような JavaScript のデータであってプログラムなので、それっていうのは実行は Node.js でもできるわけです。でビューのとこはブラウザーのキャンバスだったりとか使っているのでNode ではできないんですけど、なくてもいいんですね、ビュー。だからボットとかはNode.js でこの赤いやつを動かしていく。でそれはだから誰かのラップトップでもいいですし、クラウド上でもいいんですけど、そういうのが動かせば、ボットずっと24時間動き続けるようなものを作ります。ビットコインの最新の値を取ってくるとか、スピードの上に今の飛行機の状態をプロットするっていうのはその仕組みでやってるんです。どこで誰が API を書いてる？モデルの方で要は全員のユーザーのリストっていうのが取れるんですよね。でそれも全ての分散したコンピューター上でオーダードリストでこのクライアントが一番最初に来てるっていうのが分かるじゃないですか。だから全員で分散していても統一した意思決定として一番最初のクライアントはこの人だからあなたがデータを取ってきなさいっていう。だからデータを取ってきてるクライアントは一つだけです。それをディスパッチャー経由で配ってメッセージリフレクター経由でメッセージとして送って一つのビューがデータを取ってきたデータをそうですイベントとしてリフレクターに送って全員に例えば車が運転するようなデモの時は誰も見てない時は車は前に進んでないってこと見てない時誰ももう実行してない時ってことですよね。そうなんですけどもそうですねフューチャーメッセージのメッセージも送られてないんです。そうです、だから誰かが計算しないと世界進まないっていうのは確かです。スナップショットを何世代まで持ってるとかってあるんですか？スナップショットは実際もう全部持ってます。消す機能はまだないんですよ。そうなんですね。じゃあすごい長い世代で続いてる世界とかはデータ量すごくなっちゃう。結構あるとは思うんですけども、これ例えばグリーンライトって我々の内部的にも使ってるんですよね。黒系の会社で毎日のミーティングっていうのを同じ部屋でやってるんですけど2年ぐらいやってる。スナップショット1個
まあ結構だただ喋ってるだけでなんかしてるわけじゃないっていう時は長いっていうのもあると思うんですけど、一つのスナップショットがなんだろうな、まあ、50キロバイトとかだとするじゃないですか。で1分に1個取られるとして1時間でメガバイトぐらいってことかな。1日24メガバイトで1000日でもギガバイトとか、まあそういうレベルですね。だから本当に大勢がそれをやったら困るんですけど、まあ理屈の上では古いスナップショットを撮っとく理由は全くないので、まあ、消したくなったら消せばいい。まだ消す必要がないのに消してないっていう話だと思います。スナップショットの互換性は維持されるんですか？それがもう一つ別のメカニズムがあって、クライアントのコードを書き換えたら、まあ、本来は互換性はなくなるはずなんですよね。プロパティの名前変えて、今日からはデートじゃなくてタイムっていう名前にしよう。でも何をするかっていうと、自分で明示的に抽象化されたデータを書いておくってこともできます。でこう例えばカーソル私今動かしてますよね。これで今誰かが新しく入ってきたら、この私のカーソルの位置っていうのもスナップショットには入ってるわけですよ。他のコンピューターでもこう表示しなきゃいけないから、本当にこのカーソルの位置みたいなデータもスナップショットには入るんですけども、高レベルな記述の方は私が書いたやつはこういうカーソルの位置とか覚えないですし、こういうブラウザーみたいなやつがあったらブラウザーの URL はどこだったみたいなやつをで大きさはどんだけでみたいなやつを書いて、なるべくだから内部のデータ構造に依存しない形でのまたハイレベル高レベルな記述を別に書いとくっていう機能があるんです。でもしコードを書き換えた場合は黒 K はこれコードのバージョンが違うから同じセッションには入れないっていうことを検出すると、そうやって保存されていたその高レベルな記述の方を使ってでそれを読み込んで自分のデータを作るっていうのも私が書かなきゃいけないんですけども、高レベルな記述からその新しいコードに合ったデータをこう作ってそこから進むっていう仕組み。まあこれ昔のスクイクのそのクラスバージョンとかテッドが好きだったカムフリーアップオンリロードみたいな仕組みをがあるんですけども、まあエラーが出やすいっていうのは間違いないんですけども、つまりタイムマシンみたいに時間軸をいつでも動かせるっていうわけではない。コードのバージョンに依存するからそうです。で戻った場合はでももしGit でチェックアウトして昔のバージョンに行ったとするじゃないですか。それでそのバージョンで走らせようとしたらリフレクターはでもこのコードバージョンで来たからこのコードバージョンでこのセッションネームの最後のスナップショットはこれだったからって言ってそのスナップショットをくれるのでそこに戻ることはできます。だからでも新しいコードバージョンで作った世界のデータを元に持っていくことはできないですね。まあだから何かほんの小さなコードの変更とかあったらある意味だからそこで時間線が分岐するわけですよ。時間が過ぎ、はい、そうですね。そろそろ8時半過ぎてしまいましたので、まあ今日のセッションというかセミナーはこれで終わりとしたいと思います。ではプレゼンの大島さんありがとうございました。ありがとうございます。そろそろ会場と一緒なんですけど、最後に安倍さんの方そうですね。はい。青山学院大学なんだっけ革新技術と社会競争研究所の安倍と申します。まあ今回はスモールトーク
勉強会の人たちと一緒にやらせていただいたんですけれども、当研究所といたしましてはこのような研究会をこれからもどんどん開いていきたいというふうに考えておりますので、何か皆さん企画とかありましたらお寄せください。はい、場所とか機材とかの提供はある程度できると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。